んばんは、ゆうかです。もう8月が終わってしまいますね。私は今年夏らしいことを何もしなかったんですけど、皆さんは今年どんな夏の思い出を作られましたでしょうか？さて、そんな夏の最後に作っていくのはこちら、じゃーん、ハイグレードのジフレドです。こちら DMM で予約していたんですが、発売日に届かず、旬は逃してしまいましたが、発売を楽しみにしてたので作るのが楽しみです。公式サイトではかなり塗り分けがしっかりしていますが、本体はどんな感じなんでしょうか？そういうところも見てレビューしていきたいなと思います。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。ランナーは7枚。すっごいカラフルです。他に入ってるのはシールが1枚、マーキングシールが1枚、1枚綴りの説明書が1枚入っています。それとガンプラ専用コミュニティビルダーズノートというアプリか何かの広告が入っていました。それでは説明書に沿って作っていきます。まずは頭とボディ一気に作っていきます。パーツの数は頭部非展開状態が13個、頭部展開状態が14個、ボディが24個です。1センチもないパーツがたくさんあるので、なくさないように注意です。爪が長いと小さいパーツつかみにくいんですよね。このキット F ランナー以外は全てジークアックスと共通なんです。頭部のパーツは全て F ランナーにまとまっているので、切り出しがすごく楽でした。一方でボディのパーツは5つのランナーに分かれているんですが、それぞれのパーツが固まって配置されているので、思ったより切り出しやすかったです。で、気になって説明書を見比べてみたら、やっぱりボディは色違いなだけでした。ちょっとこの先の動画のオチがどうなるのか、今から不安になってきました。はい、頭2つとボディができました。非展開型と展開型、どちらもアンテナがかなり細くて、組んでる時は折れないかちょっとヒヤヒヤしました。非展開型の方はデザインがどこか虫っぽい雰囲気でとても個性的です。目の部分はシール仕上げになっていて、細かい緑のラインまではパーツ分けできていません。次に展開型、口のような部分が大きく開いて、中の赤いパーツがしっかり見えるようになっています。この形と配色のせいか、どうしてもエヴァ初号機を思い出してしまいますね。私はどちらかといえばこの展開型の方が好みです。ボディの前面のこの部分はシールで再現されています。基本的にはジークアックスの完全な色違いなんですが、色数が多い分配色が派手で、ジークアックスよりも作りが細かいように錯覚してしまいそうです。腰の部分はこのように稼働させることができます。次は腕を作っていきます。パーツの数は片腕24個、左右反転した構造になっています。こちらもかなり細かいパーツが多いので、紛失には要注意です。ジークアックスと完全に同じかと思いきや、実は1箇所だけ違う箇所があります。さて、それはどこでしょう？答えは30秒後にお見せしますね。それにしても配色がすごいんです。紫に薄紫、緑、白、赤、ダークグレー、さらにオレンジまで。これだけ多彩な色を使っているのは本当に驚きました。もしかするとここまでカラフルに色分けされているハイグレードはこれまでなかったかもしれませんね。はい、両腕ができました。では先ほどのクイズの答え合わせです。ジークアックスと違う部分は肩でした。ジフレドの方が尖ったデザインになっています。それ以外は同じですね。手首は握り手と開き手の2種類、付け替えが可能です。それにしてもこの派手な配色、どこかで見たことあるなと思ったら、自社仏閣にかかっている五色膜にちょっと似てませんか？さすがに関係ないと思いますけど、腕はこのようにしっかり動かすことができます。動きもとてもスムーズですね。チャンネル登録お願いします。次は足です。足のパーツは片足24個、左右反転した作りです。
最初はジークワックスと全く同じかと思ったんですが、よく見ると1箇所だけ違うパーツがありました。ただこれは塗り分けの関係によるもので、ジークワックスの公式メカページを見る限りデザインそのものの違いはなさそうです。シールもジークワックスと同じく細いラインの再現に苦戦しました。そして足とは直接関係ないんですが、説明書の解説によると、ジフレドはオメガサイコミではなく、オメガと並ぶもう一つの特殊サイコミを搭載しているとのこと。さらにその軌道にはより特殊なニュータイプ能力を持つパイロットが必要だと書かれています。このことからニャンが特殊なニュータイプであることがわかりますが、その能力が具体的にどんなものなのか、そしてジフレドが彼女を守るように動いたあのシーンの真相とはどういうことなのか。知れば知るほど謎が深まる、まさに謎多きモビルスーツですね。シールのせいだと思うけど、片足組むのに30分かかります。反対足のシール地獄も乗り越えて、はい、両足ができました。思った以上に派手でびっくり。原宿系やサイバーファッションにありそうな雰囲気ですが、ここまで派手なのはさすがにないかもしれませんね。ジークワックスの色違いのはずなのに、色数が多いせいかジフレドの方がちょっとごちゃついて見える気がします。この細いラインや内部の黄緑色部分はシールで再現されています。そして可動域はこの通り、かなりスムーズに動かすことができます。残りのパーツはまとめてこうじゃ。すべてのパーツができたので合わせてみます。はい、ハイグレードジフレドの完成です。いやー、めっちゃカラフル。本当にカラフルすぎますね。それなのにデザインとしてまとまっているのが不思議です。私の組み方が少し雑だったのか、左肩の関節が異常に緩くてシールドの重さで下がってしまっています。きちんと組めば問題ないと思いますが、このキットは全体的に関節がちょっと緩めな印象です。ジークワックスシリーズの他キットではそういうことがなかったので、この傾向はジークワックスとジフレドだけかもしれません。次は頭を展開状態に付け替えて手にロンギヌスの槍を持たせてみました。手は初号機に似てるかなと思って合わせてみたんですが、結果は全然似てませんでしたむしろ全体から漂ってくるのは圧倒的なこれじゃない感。これはこれでちょっと面白い仕上がりになっちゃいましたね。本当は勢いのあるポーズでロンギヌスの槍を持たせたかったんです。片膝をついて片手を床について、今にも槍を投げそうなポーズにと考えてたんですが、残念ながら手が短くて全然床に届かないんですよね。これは無理だと諦めて、結局さっきの棒立ちポーズになってしまいました。次は装備はそのままアクションベースに乗せて動きをつけてみました。いやー、動きをつけると一気にかっこよくなりますね。思い通りのポーズが作りやすいです。関節がちょっと緩めなおかげで動かしやすいなんてこともあるかもしれませんね。頭の左右についている白いパーツを外して別のパーツに取り付けることで S ビット、ルナ、アルテミスに変形します。これはサイコン目で遠隔操作できる武器ですね。本来ならウェポンベースを使って浮かせてみせたかったんですが、手元になくて分かりにくくなってしまってごめんなさい。そういえばアニメでニャオンがジフレドのことをキシリア様に似ているって言ってましたけど、どこが似ているんでしょうね。作っていて気づいた共通点といえば、せいぜい紫色くらいでしょうか。皆さんはどう思われますか？よかったらぜひコメント欄で考察を教えてください。ビームライフルは別パーツを使うことで腰にマウントすることができます。さらにアクションベースを使う場合は別パーツをベースに差し込み、その突起を本体に差し込むことでビームライフルを腰に装備したままディスプレイすることも可能です。そしてビームサーベルは2本付属していて、絵は腰に装備可能となっています。細かい部分ですが、こういう収納ギミックがあると嬉しいですね。最後にジークワックスと並べて比較してみました。
私のチークワックスは部分塗装をしているので色の塗り分け比較はできないんですが、デザインが異なるのは頭部と肩。後ろを向かせてみるとバックパックの先端がジフレドの方が尖っているのが確認できますね。ジフレドも部分塗装が必要そうな箇所が多い印象です。緑の成型色が参考画像とだいぶ違うのも気になります。この辺りは今後ライブ配信などで少しずつ塗っていきたいなと思っています。というわけで今回はハイグレードのジフレドを作りました。ほとんどジークワックスと一緒ではあったんですが、色が違うだけでこんなに印象が変わるとは思いませんでした。それにジークワックスを作ったのちょっと前だったと思うんですけど、もう構造とか忘れてたのでまた一から楽しめてとても良かったです。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が参考になったよって思ってくださる方はチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。先々週、引きこもりの孤独感に耐えきれず雨の中出かけてきました。お目当てはこのトウモロコシパフェ。恵比寿の四つ葉ミルクプレイスの期間限定メニューです。このサイズ感すごいですよね。トウモロコシが大好きなので最初は意気揚々と食べてたのですが、中盤以降が結構苦しくって、大きいパフェは一人で食べに行くもんじゃないって知りました。結局外に出てもぼっちの辛さを痛感した一日でした。